はい、始まりました。今日は珍しくリクエストといいますか、お悩み相談はい。やってきますはい。たまにはね急に何か思うところがあったんですか？いやいや、別にそのリクエストを受け付けてないというか、やってないわけではないんですが、はいちゃんとお悩み相談としていただいた場合は検討して答えることもあるというはい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 。一応なんかコメントいただければちゃんと考えてコメント自体は返させていただきますんで、はい全然いただいても返させていただきますんで、今日はソドラゴンになりますこれはいは分かりやすく人気の統率者ですが、人気ですね。はい、はまずお悩み相談の内容なんですが、はいこいつをやってるって結構好きな方みたいなんですけど、要はドラゴンをとりあえずいっぱい入れたいと。で強めの構成にすればするほどドラゴンが抜けていくとそれはこれはみんな共通して言えることなんですよね。はいヒソドラゴンだってそうなるよねみたいな。どんどんそうなんとかドラゴン使ってる状態で78ぐらいに、持ってけないですかねっていうこれもうみんな共通の悩みだと思うんだよねこれ。逃走者を強く使った上でね、使いたいですからね。まあそう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 。で一応できることはできるということで考えてきました今回は。はいなんですが、一応理想としましては、僕たちの理想としましては567ぐらいでカジュアルに遊ぶのが一番いいと思うんですよ。はいなので別にそんな78いかなくてもいいじゃないですかと思うんですね。まあ究極的にはそうは思います。はい567ぐらいでドラゴンいっぱい並べてはい楽しく遊べる環境があればはいそれで十分楽しめますんで、はいですので今回はまず567ぐらいはいの考えてきたプランを発表させていただきまして、はい最後にそのプランを78どうやったら持っていけるかっていうのを補填して説明するというはい。形になります。なのでお悩みの方はその5から7のところの部分は知ってる話ということになるかと思います。知ってる話なので飛ばしてもいいですけど、はい見てほしいですけどねでも、はいなんでとりあえずまず能力を早速説明させていただきたいんですが、こいつは何マナですか9マナ9ですね。 9マナの5色のはいクリーチャーでしてはい従順です。はい。で移行という最強の能力を持ってましてねはい能力を持ってまして、こいつが戦場にあるか統率者領域にある限り、とりあえずこいつ存在してる限りまあ手札とか墓地とか言ってる場合はダメだよっていうことなんで。でこれでないドラゴン呪文がコストが1少なくなる。はいで飛行を持ってまして、こいつ自体がはいであなたがコントロールしている1体以上のドラゴンが攻撃するたびその数に等しい枚数のカードを引きます。はいでドラゴン殴ってったらってことですよね。でその後あなたお手札にあるパーマネントカードを1枚戦場に出してもいいとはいいうことになります。はいこいつが殴って他のドラゴンの数分手札引いて、はいドラゴン1体出てくるみたいなイメージですかね、簡単に言うと。そうですねはいさすがに9マナなんでね。何マナの動きしてんだととりあえずまずカジュアルな話ですんで、はいまず重要になってくるカードっていうのがあるんですけども、はいまずウルザの保育器ですね。のようなやつね。はいのようなやつ。ウルザの保育器で言いますと、これは3マナのアーティファクトで指定した部族が2コス少なくなるはいというカードなんですけども、はい要は部族指定で深くしたりドラゴンのコストを下げる呪文っていうのが結構あるんですよ。はい例えばドラゴン語りのシャーマンみたいな、はい単純にドラゴンのコストを下げるっていう呪文が何枚か調べていただければあると思いますんで、はい。それをまずフル投入うんしていただくという形になります。なぜかというとドラゴンというのは全部クソ重いので、はいはいはいちょっと下げないと出せないられないという。はいであとは速攻を持たせるカード、例えば野生の律動みたいなカードあるじゃないですか。あと、はい、ノーボとかノーボスなぜか速攻持たせるカードっていうちょっと言ってることがおかしいんですがでもノーボ速攻持たせるカードですよねわざわざそう使えばそうなりますがとか、あと竜の大嵐という2マナのエンチャントがあるんですが、これが一応速攻持たせる系の中では一番強い、噛み合いがいいですよね。はい、で飛行を持つクリーチャーが1体あなたのコントロールから戦場に出るたびターン終了時までそれ速攻を得る
はいドラゴンは大体飛行を持ってますんで速攻を得ると。はい、でたまにだはいけ飛行持ってないやついますよね、たまにいますね、でドラゴンが1体あなたのコントロール下で戦場に出るたびクリーチャー1体かプレイヤー1体を対象としてそのドラゴンはそれに X 点のダメージを与える、うん、X はあなたがコントロールしているドラゴンのソースに等しいと。まあさすがに3とかぐらいですけどね。ああ確かになるほどなるほどドラゴン一応コンボがありまして、はいストドラゴン使ってる方はもちろんご存知だと思うんですが追い打ちというカードになります。はい、追い打ち一応能力説明させていただきますと、これは結構コマンダーだとよく使われるカードなんですが、赤3マナのエンチャントで置いてある状態で赤5マナの起動で追加戦闘を行うという追加コンバットのカードです。はい、これが出てる状態で、はい、5マナで起動で追加戦闘できますんで、例えば年老いた骨かじりとか、クラウス、エンシェントカッパーみたいなドラゴンがいるんですけども、そういった感じのドラゴンがダメージを通ったら、宝物を生み出すっていうドラゴンが結構いるんですよね。まあ、宝物に限らずですね、マナを出す、マナを出す、はい。でそれで5マナ以上埋めるドラゴンであれば無限戦闘という形になりますんで、このコンボを一応搭載していただく形になります。はい、はい、で、そこから強いドラゴンを入れていくドラゴンの紹介になるんですが、はい、ドラゴン最強のドラゴンといったらまずこいつが浮かぶと思うんですが、まずミレの恐怖、はい、こいつこれはとりあえずマスト処理になっちゃうんだよな、相手から。やばいですね一応能力説明させていただきますと、赤5マナの54飛行で一応こいつに対象とする呪文が3点支払わなきゃいけなくなる誤報みたいな能力ついてまして、でクリーチャーが1体あなたのコントロール下で戦場に出るたび、他のクリーチャーが、でエニーターゲットを対象としてそのパワーに等しいダメージを与えるという。そうですね。こいつ以外のドラゴンが場に出たら、まあ大体しかもこれ以外のドラゴンなんてパー5以上だろうみたいなね。確かに5点以上は飛ぶっていう。で他に例えばドラゴン入れるドラゴン結構好みで入れてもいいと思うんですが、例えば世界を溶かすもの当たるか、はい、これは7マナのグルールのドラゴンなんですけど、こうトランプル64でドラゴンがターン終了時まで2段攻撃をやる、まあいいですよね。まあ単純にだから55のドラゴンパンチしたら10点なんだから、いいですよね。こういうのを入れたいですよね。ということで、人は死にますよ、暴力で。死にますよね。他にもなんか解体やスラッカスっていうカードがあるんですけど、こいつが珍しい飛行を持ってない、飛行を持ってないいる5マナ34トランプルであなた攻撃するたびコントロールしてる各ドラゴンのパワーを2倍にする。これはやばいですね。やばいですよね。やばいですねバルダーズゲートだと、あと例えば玉座の災い魔っていうドラゴンがいるんですけど、こいつは6マナの飛行55でハイを持ってます。で一番ライフ多いとこ殴りに行くと1時間単乗っかると、で各ターンに最初に攻撃するたび、これが最多あるいは最多と同点のライフを持つプレイヤーを攻撃している場合、一番ライフ多いところ殴りに行ったら追加戦闘できますと。ということはこれ追加戦闘できるのは1回なんですが、追加戦闘できるドラゴンとしてはかなり優秀ですよね。まあパワー倍にしてんのとそんな変わんないんで、こいつ。そうですね。コスト下がってれば、確かに入れそこもついてればいいですよね。一気にライフ削れるんで。そうですよね。であと他にもドラゴン例えば入るカードを紹介しておきますと、これは使徒ドラゴンだと必ず入ってくるカードになるんですが、ヘルカイトの狩猟者というカードがあるんですけれども、6マナの飛行6号で場に出た時逃走者領域から戦場に出してよくて逃走者を、でそれが速攻を得てその次の終了ステップに逃走者領域に戻すと、いきなり出てきちゃってやばいの出てきちゃって、重々の出てきたっつってで殴りに行ってなんか知らんけどドローしてパーマネント残してしかも1個出せるっていうだからやばいですよ必ず入ってきますよね、使徒ドラゴンだったら。であともう1体だけドラゴンを紹介しておきたいんですが、使徒ドラゴンの末裔、使徒ドラゴンの末裔です。で5マナの5色のクリーチャーでして飛行44です。で無色2の起動でライブラリからドラゴンをノーボできるんですよね。でノーボした場合ターン終了時までそのカードのコピーになる、ということで、
好きなドラゴン出しちゃって、そうですね、はい、コピーできちゃうと。まあ、そのタイミングで必要なドラゴンを、はいそのターン中にはなれると。なんかヘルカイトの突撃者とかになったりしそうだけど、5マナぐらい払って最低と。あー、なるほどなるほど、そんなやつがいるんですね。はい、追い打ちがある状態であればなでるドラゴンになればコンボ成立するし、確かに確かに、まあ、そういう意味ではユーティリティ性が高いドラゴンと、はい、まあ言えます。はい。であとはラスの話になってくるんですが、はい、命運の革新というカードがありまして、5マナの黒のソーサリーでドラゴンを破壊するか、ドラゴン以外を破壊する、はい、それはドラゴン以外破壊するんですけどまあドラゴン以外ラス結構これ強いですよね、を入れてもいいですし、あとはクラウスの意志という結構この動画では出てくるんですが好きだねこのカード結構強いですよね。でも、ブルール3マナの X で気候を持たない各クリーチャーに X 点か、でもこれは逃走者をコントロールしていないので、どっちかを選ばなくちゃいけなくて、はい、アーティファクトエンチャントを X コディッチャー、それという形になります、はい、まあどっちかっていうとこの自信の方ですかね、自信のカードがみんな大体飛行を持ってるので、自信を強く使えるという感じですかね。そうですね、はい、自信系のカードがラスとしては有効かなと思います。はい、であとちょっと一応面白カード2枚ぐらい紹介してもいいですか途中に挟んできたっていうね一応まず面白カード、今のカジュアルの流れで燃える魂サルカンなんですけども、まあ、最近の結構最近目ですよね。いやもう結構前もうそんな前もう何セット前なのかっていうレベルで前だよ一応サルカンなんですけど、イゼットの3マナの24の、こいつクリーチャーです、プレインズウォーカーじゃありません。火を失ってるんでね、はい、火を失ったサルカン、はい、ドラゴン呪文を取られるコストが1少なくなる、はい、これかなり噛み合ってます。だからまあ普通に入ります。はい、で1体ドラゴン戦場に出るたび、そいつのコピーに伝説であることを除きコピーになれると、はい、かなり噛み合ってます。はい、噛み合ってますはい、さっき攻撃したら、はい、パワーが倍になるドラゴンのコピー、やばいぞ倍の倍になりますよね。こいつかなりいいですよね、このデッキには。であともう1枚、どうしても紹介したいカードが1枚あるんですが、壮麗なる創造、はい、バルダーズゲートです、まずバルダーズゲートと神話レアですバルダーズゲート神話レアってはもうそれだけで何かドキドキワクワクしますよね大体変なカードばっかりなんだなんとこいつは緑の8マナのソーサリーでして、まずそんなもん打てんのかっていうね打てたと仮定しまして、はいはい、あなたのライブラリーの一番上にあるカードを X 枚公開します、はい、X は戦場や逃走者領域にありオーナーである逃走者の最大のマナ総量、ということは9ですね。9枚めくります。まず、はいはい、9枚めくってその中から望む数のパーマネントを戦場に出してもよい。やばいですねやばくないですか。やばいですね。だいたい世界が終わるんだよねこんなことしたら一応こうやってフィニッシュできますよね、今のプランで言いますと。はい、なんでそんな感じで勝っていくという形のデッキになりますかね。はい、終わっていきそうですが、はい、一応忘れないでおいたんですが、はい、一応ここから78に持ってくプランを発表させていただくんですけども、はい、まず今の感じだとカジュアルだったら戦えそうじゃないですか。パワーって書いてあるからね。はい、それをどうやって78に持ってくかっていうのを説明するんですが、まず速攻を持たすカード全抜きです。はい、はい、カットします。でラスもう諦めてください自信とかは別にいいかもしれないけどね。まあそうですね、はい、で残ったスロットを全て法の定めに突っ込んでくださいね。はい、はい、法の定めとか、あと耳の痛い静寂、はい、とか、あと静寂をもたらすものとかもいいですかね。いいですね。静寂をもたらすものが今の構成だと入れられるかもしれないんで、まあ結局使ってるのは耳の恐怖ぐらいなんで、はい、あんまり影響はないと。そうですよね。はい、なんでだから遅らせることが78だと重要になってきますので、はい、遅らせてドラゴンをいっぱい出していく構成にすれば、一応 QRL 潜在能力で決まりますよね。決まりますね。
っていうこともできますということで、はい、そんな感じにすれば78でも戦える構成、さらっと78でこんなんできるよって言っちゃったんですが、多分それでドラゴンいっぱい入れる構成にはできると思いますんで、一応だからゲームプランとして、はい、ドラゴンの核戦闘能力が当然高いので、はい、このドラゴンを出していける展開までどうやって遅らせるかと、そうですね、いうことですねが重要になってきますよね。はい、はい、まあそれで法の定め系という形になるんですかね。はい、まあそんな感じですかね。一応多分リクエストには答えられたかなと思うんですけども、はい、大丈夫でしょうかね。どうかなまあドラゴン好きな方は、はい、好きなドラゴンコメントしていただけるとありがたいので、はい、コメントをしてくださいということで、チャンネル登録もお願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。